今日のもかつは懐かしい筋肉マン消しゴム塗装動画シリーズ。今回は当時もののレギュラーサイズ金消しパート7悪魔騎士です。この姿での登場シーンはわずかでしたが、初代アニメカラーで水性アクリル塗料でペイントをしました。この悪魔騎士がラインナップされたパート7のブックレットです。ちなみにこの小冊子そのものは当時を再現した復刻版、後年に発売されたコンプリートボックスの付録でした。これまでのシリーズの金消しが塗装済みで掲載された一覧あり、パート7ではハングキラーやドグーマンといった地味キャラ超人も多数ラインナップされていました。ペイントする悪魔騎士の消しゴムの塗装前です。ペールオレンジの使用。経年の汚れ、黒ずみはありましたが、ペイントに影響するほどではなかった。そして目立つ曲がり癖がありましたが、熱処理で修正可能な範囲でした。高さ約4センチ程度の消しゴム。両手を開き、造形自体はしっかりと大きめに作られていました。わかりやすい造形の金消しです。塗装後のレビューを先に。今回のカラーリングのポイントは、青と紫の色のチョイスとバランス。ちょっと昭和チックで初代アニメカラーらしい配色にできた気がします。下処理から塗装の様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。消しゴムフィギュアの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸して成形し、表面のホコリや余計な油分を落とす。ベンジンに漬け込み、過素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させ、ミスタースーパークリア艶消しを吹き、塗装の下地を作る。そして塗装です。塗装の様子はダイジェストで、使用したカラーごとに見ていきます。まずは下地の塗装として、モデルカラーのライトフレッシュを水で溶いて薄く全体に塗りました。一度の塗り入れは、ハケを使って一気に塗るので、2、3分あればできてしまいます。下地乾燥後、本体の色分けは、パンツのバンド部分、マントの外側のカラー、黒です。ゲームカラーのブラックを使用です。2色目にパンツ、リストバンド、ブーツに使った青です。ゲームカラーのマジックブルー、鮮やかな明るい青カラーです。隠蔽力も強く扱いやすい。筆は基本は模型塗装用の面装筆。面積の広い箇所はハケなどを使って時短させ効率よくペイントをしました。この塗装で用いた塗料はこちら。ファレホはスペイン発祥の高性能水性アクリル塗料。明るい色数も多く隠蔽力は強いので、フィギュアやプラモデルの塗装に最適です。マントの内側は濃い赤色にしました。ゲームカラーのスカーレットレッドです。こちらも隠蔽力強くて扱いやすい塗料。金のマスクはシタデルカラーベース、レトリビューターアーマーで一気に塗りました。今回のこの金消しはキャラクターとしては悪魔騎士の表記。黄金のマスク編で6騎士が登場した際の金のマスクの姿。色分け最後にボディカラーの紫です。今回使ったのはゲームカラーのラストフルパープル。使用しているファレホ塗料の中では一番ライトな紫です。これが意外と色分け箇所が多く細かな境界線もあったので、極細筆も使いながら時間をかけて色を入れていきました。極力筆ムラにならないよう均一なペイントになるように、シタデルカラーテクニカルのラーミアンメリウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。筆で塗りに行って引っかいてしまうとムラができるので、できるだけ先端で叩いて色をのせるようなイメージで塗りました。最後にマントの外側、背中を黒で上塗り、ゲームカラーのブラックを再びです。塗料は水性アクリルのファレホとシタデルカラーを併用しました。塗装にかかった時間は約40分でした。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアーを全体に吹き、乾燥させます。台座をつけて塗装後です。ということで、今回は当時もの筋肉マンの消しゴム、レギュラーサイズの金消しパート7から悪魔騎士、初代アニメカラーを参考に水性アクリル塗料でペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。
次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。